こんにちは。今日はパジャマなんですけど、これ韓国で買ったパジャマなんですけど、最初はね、ここまでちゃんと丈があったんですよ。でも乾燥機にかけたらこんなに短くなっちゃって、1210っていうところで買いました。ソンスのめっちゃ可愛いパジャマがいっぱいあります。はい、今日は前に低収入でもオタクするために我慢していることっていう動画を上げたと思うんですけど、そこでオタ活にお金を回すために日常生活の中で我慢していることとかを話したと思うんですけど、今回は実際にどんな感じでオタ活をしているのかを話していこうと思います。日常生活の中でもね、結構いろいろ我慢してるんですけど、やっぱオタ活の中でも考えながらやらないと破産しますので、私がどんな感じでオタ活をしているか、ちょっとリアルを話していきたいと思います。まず一つ目は、グッズは本当に使うものしか買わないようにしています。もともと物に興味があんまりないっていうのもあるんですけど、やっぱ私個人的にアイドルのステージを生でできるだけ近くで見たいっていう気持ちが一番大きくて、なのであんまりグッズにはお金をかけないようにしています。買うとしたらペンライトは絶対買います。コンサートの時にないと寂しいので、ペンライトカバーもあれば買いたい。そのペンライトがさ、傷だらけになっちゃうかもしれないし可愛いので、ペンライトカバーも売り切れてなかったら買います。あと買うとしたらポーチとかは現場にね持っていくのに使えるし、メイク道具とかもね入れたりして使えるので、ポーチも可愛いのがあったら買います。あとキーリング、最近さいっぱい可愛いキーリングをさ出してくれるじゃないですか。なのでキーリングも可愛いのがあったら買います。それぐらいかな。買うとしたら他はあんまり買わないですね。結構最近はさ、めっちゃ可愛いっていうグッズもいっぱいあるじゃないですか。 T シャツとかバッグとか。でも T シャツとかバッグとかになると本当にめっちゃ高いので、欲しいかもってなることあるんですけど、我慢をしてます。グッズを買った方がいいよっていう声もあるじゃないですか。コンサートやるの赤字だからグッズで黒字にしてるからグッズ買ってあげないとみたいなのを見たことがあるんですけど、正直私はそこまでしてあげられる余裕がなくって、基本やっぱ自分にさメリットがあることしかできないというか、自分勝手ですよね。怒られるかな。音楽番組とかで1位にするために CD を何枚も何枚も買うとか、そういう1位にさせてあげたいっていう純粋な気持ちだけで CD を買うとかはできなくって、特典があるから買うっていう感じで、音楽番組の無料で簡単にできる投票とかだったらできる時はやるんですけど、結局さ、これって趣味だからさ、本当に心が優しい方とか、人にさ何かしてあげたいっていう気持ちが強い人だとそういうことできるんだと思うんですけど、私はねあんまりできなくって、できる方はすごいなと思います。本当にはい、っていう感じで物にはあまりお金をかけないようにしています。で、2つ目はオフイベの抽選に応募するときは最高何円までっていうのを最初に決めておくようにしています。韓国のアイドルが好きなので、CD を買ったらシリアルがついてて、1シリアル1応募みたいな感じで応募できて、サイン会とかハイタッチとかツーショットとかそういうオフイベが当たるんですけど、当たらなかったらみんな CD をさ追加していくっていう感じなんですけど、私はそのイベントの詳細が出たら CD の値段とお給料と踏まえて考えて、今回は最高何円までにしようっていうのを応募する前に決めています。なのでどんどん追加していっても、その最高金額までいっちゃっても当たらなかったらそこで終わりっていう感じにしています。なので当たらないことはめっちゃありますが、当たらなかったことの方が多いです。当たるまでやると破産しちゃうので、それはしょうがないと思って頑張って我慢してます。
はい。3つ目は、オフイベはこの地域で開催する時だけ行くっていう風に決めてます。私が住んでいるところから一番近い地域、日本の中にさ、都会がさ、いくつかあるじゃないですか。オフイベをするような、その都会の街がいくつかあるじゃないですか。その中の私が一番近いところに行くようにしてます。それ以外はあんまり応募しないようにしてます。アイドルによってはね、一つの地域でしかオフイベしないっていうね、アイドルもいるので、その場合はね、遠くてもそこに行くかなと思うんですけど、できるだけオフイベは近いところだけ行くように我慢してます。なんでかっていうと、コンサートは2時間くらいあるじゃないですか。それで、私自身結構ステージが好きなので、満足感がどこ行ってもある程度一定なんですよ。そのどこの地域のいつのコンサート行っても、席がステージから近かったら、満足度ちょっと高いっていうのはあるんですけど、ある程度満足度が一定なんですよね。でも、やっぱオフイベってさ、一瞬過ぎてさ、結構満足度にさ、差がありません？成功するときと、今回ちょっとうまくできなかったみたいな時があるかなと思ってるので、私、そのオフイベに応募する、当てるまでにすごいお金もかかっちゃってるし、なので、交通費までにお金をかけられないなっていうのもあって、できるだけね、近いところに絞っていくようにしてます。そう、だから今回は近い地域でやらないから、今回は見送って次にかけようとか、そういう時もありますね。コンサートだったら結構遠くても行くんですけど。はい、次。4つ目は、これは今までしてきたっていうよりは、今後はこうしようかなって思ってることなんですけど、コンサートは同じ内容の公演はあんまり行き過ぎないようにしようかなと思います。今後はツアーとかだとさ、結構ずっと同じ構成じゃないですか。国によって、何曲か披露する曲が違ったりとか、長いワールドツアーだとさ、途中で衣装が変わったりするんですけど、やっぱ大体同じ構成だからさ、前に私ツアーでほぼ同じ公演内容のものに6回行ったことがあったんですね。その時にめちゃくちゃ楽しかったんですけど、もうちょっと減らしてもいいかなと思って本当に楽しかったし、もう全公演行きたいんですけど、やっぱり取捨選択をしないといけないので、もうちょっと回数減らして4回ぐらいまで、行っても4回ぐらいまでにして、他のところにお金を回してもいいかなって思いました。さっきのオフイベとかね、とかオタ活以外の自分の好きなこととか、美容とかにも興味があるので美容の方に回すとか、そうやってやってもいいかなって思いました。って言いながらもまたいっぱい言っちゃうかもしれないんですけど、次5個目かな。5個目は、これはね、最近たまにやってることなんですけど、ソウルのコンサート終わって、ホテルに帰って一回寝て、次の日に日本に帰るっていう風にするのではなく、もうコンサートが終わったらそのままタクシーに乗って空港まで行って、で朝まで時間潰して朝早い便で日本に帰るようにしてます。これはホテル代の節約のためなんですけど、一番いいのは多分チムジルバンとかなんかめっちゃ激安のホテルとかに泊まって、朝電車で空港まで行って飛行機で帰るってしたら多分一番安いと思うんですけど、タクシー代もね、その深夜料金とかでちょっと高くなるので、夜にね空港まで行くってなったらなんですけど、ちょっと私チムジルバンとか大浴場がちょっと苦手で、まだ挑戦してみたことがなくて、またもしかしたらするかもしれないんですけど、今まではそのコンサート終わってホテルに帰って次の日に帰るっていうのをやってたんですけど、私コンサート終わった後に寝れないんですよ。余韻に浸りすぎて。なんで結局寝れないし、ホテル代もったいないなと思って 1,2 回ぐらい直接空港に行ってみたんですけど、意外とね空港内って夜中でも人がいっぱいいて、アイドルの動画とかを見てたら朝までもあっという間なので、結構ねいけるじゃんってなって、今後もちょくちょくやろうかなと思ってます。これはでも夏はきついかもしれないですね。シャワー浴びないで飛行機乗るのはちょっと周りに迷惑だよね。
なんかインチョン空港にシャワー浴びれるとこあるんですよ。なんか前はね、そこに行こうと思ったんですけど、見つけられなくて、もう歩くの疲れてめんどくさくてやめちゃったんですけど、今度なんかこういう風にホテル泊まらず空港に行くっていうことがあったら、ちゃんと真剣に探してみようかなと思います。でもなんかこれはね、時期にもよりますよね。ホテル代がさ、めっちゃ安い時期もあるじゃないですか。そういう時はホテルに普通に泊まってもいいのかなと思うんですけど、とりあえずそうですね、ちゃんとそのコンサート行く時はホテル代と交通費もちゃんと一番安い方法で行けるように考えてます。こんな感じですかね。はい。低収入だからやってることではあるんですけど、でも私がいつか転職してお給料がめっちゃ増えたとしても、なんかこのスタンス、このね、やり方はあまり変わらないかなと思います。なんか私にとってアイドルってお金を稼ぐ仕事をするきっかけではあるんですよ。本当に仕事嫌だけど、アイドルに会うためにお金が必要だから頑張って仕事しようってなるので、すごいね、いいきっかけになってくれてるんですけど、でも実際お金を手に入れた時にそのお金を全部アイドルに使えるかって言われると、私はそうじゃないタイプで、実際にお金が入ってくると結構他にね、使いたいものとかがね、ちょっと思い浮かんできて、絶対一番はオタ活に使ってるんですけど、ちょくちょく別のものにもね、使ったりしてるし、あとなんか最近はお給料が入ってくるとなんか使うのが怖いなっていう気持ちがあって、これってさ、なんかやっぱ年齢を重ねたからなんですかね。だって20代前半の時とかそんなこと思ったことなくって、もう入ってきた分だけもう全部バーって使っちゃってたので、本当にお金遣いが荒かったんですけど、なんか最近結構怖いんですよね。なんか貯めなきゃみたいな気持ちがちょっと芽生えてきて、こんな感じでなんとかオタクをしています。みんなはどんな感じでオタクしてるのか聞かせてください。なんかみんな好きなようにオタクできたらいいですよね。幸せがさ、それぞれ違うじゃないですか。私みたいにステージ見るのが一番好き、幸せっていうオタクもいれば、なんか生で見るんじゃなくて映像で見るだけでももう十分幸せっていう方もいれば、アイドルと会話するのが一番幸せっていう方もいれば、ハイタッチするのが一番幸せっていう方もいると思うし、なんか好きなようにさ、幸せにオタクできるといいですね。幸せじゃなくてもいいか。なんか最近私思うんですよ。幸せであることが本当に幸せなのかみたいな。ちょっと幸せであることが幸せというのは誰が決めたのかみたいな、なんかちょっと思うんですよね。ちょっとこれなんか話が脱線しそうなのでやめておくんですけど。はい、こんな感じで私のリアルなオタ活の様子でした。見てくださってありがとうございました。バイバイ。